Vlog を作ったことはあるだろうか。旅行の写真を共有するのは簡単だけど、動画はちょっとハードルが高い。でも、僕は知ってる。Vlog があると、どれだけ旅の解像度が上がるのか。今回はみんなのハードルを少しでも下げるために、僕なりの良い Vlog を作る方法をご紹介したい。どうも、ケイスケです。皆さん、Vlog 作ってますか？もうね、Vlog ほんまに作ってほしい。Vlog ね、僕も先日ね、ニュージーランド Vlog の第2回を公開しましたけども、ぜひ見てない方は見てほしいんですが、もう本当にいろんな Vlog 作ってきて、で、やっぱね、Vlog、もちろん伸びる動画、伸びない動画とかね、YouTube に載っけたらありますけど、それがまあ伸びなかったとしても、本当にね、楽しいというか、僕なんで公開してないプライベートの Vlog 結構いくつかあったりして、それをね、なんなら家でテレビとかで楽しんだりしてます。写真が残るのと動画で残るの全然違って、やっぱその写真とか動画の断片がカメラロールにあるだけっていうのと Vlog1 個で完成されてるのって全然旅の解像度が違うんですよね。本当Vlog 作った旅だけはマジでこの旅行良かったなって思える旅行になってます。本当にこれ本当に不思議なもんなんですけども、家でもね、いろいろそういう話をしてて、やっぱ動画があると違うなという話を結構してます。で、やっぱそんな経験があるので、みんなに Vlog 作ってほしいんですよ、本当に。で、そういう話をすると、どうやって Vlog 作ったらいいかわかんないとか、そういう言葉がめちゃめちゃ返ってくるんで、今日は実際に僕のね、ニュージーランド Vlog、先日公開したニュージーランド Vlog の編集画面見ていただきながら、こういうポイントに気をつけて作りましたっていうのを全部ご紹介します。で、もう自分でね、言うのもなんだけど、多分、結構もうこの YouTube 界というか、いろんな Vlog ある中で、自分の Vlog かなりレベル高いなと自分で思ってるんですよね。結構 Vlog っていうジャンルだけで言えば、かなり完成度の高いものを作れてると僕は思ってて、実際自分も楽しいし、結構ね、視聴者の皆さんからも楽しかったですと言っていただけることが多いので、その点踏まえてとにかくいい Vlog を作る方法を皆さんに僕の可能な範囲でご紹介できればと思いますので、ぜひこれからちょっとでも Vlog 作ろうと思ってくれてる方は見ていってくれると嬉しいなと思います。早速行ってみましょう。はい、ということで今回は Vlog の作り方なんですけども、その Vlog の作り方のポイント4つに分けました。やっぱね、なんかいくつかポイント分けた方が分かりやすいと思って、自分のVlog 見てどういうポイントが一番ね、重要かっていうのを4つに分解してご紹介しますので、ぜひ一気に4つじゃなくてもいいので、一個一個真似できるところから挑戦してみてもらえると嬉しいなと思います。で、まず1つ目、大事なのは音楽です。音楽めっちゃ大事。これも編集画面とか見ながらご紹介していきましょう。はい、ということでですね、こちらが編集画面になります。僕は普段 Final Cut Pro という編集ソフトを使って編集しています。これはね、まあ何でもいいっちゃいいです。別にね、ダヴィンチリゾルブ使ってるとか、スマホの編集ソフトを使ってるとか、そういうのでもいいんですけども、僕はこのね、Final Cut Pro が一番編集が早いなと思ってるので、Mac なんでね、そういうのも含めて、Final Cut Pro を使っています。で、まず一つ目のポイント、さっき言った音楽なんですけども、音楽がマジで全体の雰囲気を決めます。なんで僕もね、この Vlog では4つぐらい音楽使ってますね。こことこことここと。しかも見ていただいたらわかるんですけども、ちゃんと音量も細かく調整してあったりします。はい。で、まず音楽を選ぶポイントなんですけども、僕は音楽サービスエピデミックサウンドを使っています。結構ね、音楽サービスだといろいろね、アートリストとか、ミュージックベッドとかいろいろあるんですけども、僕はエピデミックサウンドを中心に使うことが多くて、なんでかっていうと、僕がね、すごい探し慣れてるっていうのもあるんですけども、曲の種類がめちゃくちゃ多いのと、あとはね、Vlog とかに使いやすい音楽が探しやすいっていうのもあります。結構ね、アートリストとかだと1曲ぐらいはね、いいのが見つかったりするんですけども、そっから深くね、同じような音楽を探すっていうのは結構難しかったりするんですけど、このエピデミックサウンドは類似した音楽、アーティストとかも同じアーティストから結構いろんな曲が出たりするので、割とね、似たような音楽を探すっていうのが簡単になりますっていうので使っています。で、もうぶっちゃけどっから調べてどう使うかっていうのをね、ご紹介していくんですけども、僕ね、ここのミュージックってところから入って、大体ですね、いろんな探し方あるんですけども、僕がよく使う音楽で言うと、このカントリーなんですけど、このビューオール、ジャンルのビューオールをして、ここのね、中から、これだ。
コンテンポラリーカントリーというジャンルを開きます。ここから使うことマジで多い。ここのボーカルありの音楽を使うことめっちゃ多いです。ちょっと試しに流してみます。はい、こんな感じでですね、要はアコースティッククラシカルギターみたいなのがちゃんと入って、このギターのメロディーが結構ね、爽やかな感じを演出してくれるんで、Vlog には結構合ってるんじゃないかなと思って、この辺の曲を使うことが多いです。例えば、もうぶっちゃけ言うとこのね、ワイルドフラワーズとかはね、結構使うことが多くて、こういうのとかね。これはボーカル入ってないですけど、こういうね、音楽を使うことが多いです。ちなみに、Vlog 全体を通して、やっぱ爽やかさみたいなところは、一貫したいじゃないですか。っていうのもあるので、そういう時には、このね、例えばこの曲に決めたっていう風に思ったら、このマーク、このビリビリみたいなマークを押します。そうすると、Find Similar って言って、似たような音楽を探せます。こういうのがね。めっちゃ似てるっていうわけじゃないんですけども、似たような雰囲気の曲を探せたりしますので、ぜひこういうのも活用して、似たような音楽、雰囲気の近しい音楽っていうのを探して Vlog に使うといいのかなと思います。で、もう一個探し方で言うと、僕はこのね、モダンカントリー使うことが多いんですけども、ムードで探すのも結構ありで、結構ね、このリラクシングとか割と使いますね。こういうの、ちょっとローファイヒップホップっぽい。はい、こういう音楽を使ったりもします。このね、ローファイヒップホップっていうね、ジャンルがあって、これもね、結構使える曲が多いので、あんまりね、このローファイ系で、ボーカルが入ってるのはないんですけども、ちょっとしたなんだろうな、シティポップみたいな、そういうポップスが欲しいっていう時には、このね、ローファイヒップホップから探してみるといいのかなと思います。こういうのとかね。めっちゃ Vlog に使えそうじゃないで、はい。っていう感じの音楽がいっぱいあるので、こういうのを一個一個ダウンロードして使っていきます。本当にいっぱいジャンルあるんですけども、この辺のローファイヒップホップか、もうコンテンポラリーカントリーさえ覚えておけば Vlog には多分ね、この辺使えると思う。なので、まずはね、この辺の音楽使ってみてほしいです。で、ちょっと編集画面に行って音の調整についても話したいんですけども、音楽、さっき言った音量の調整結構細かくやってたりします。で、音量ね、例えば最初からいくと、Welcome back to my New Zealand vlog っていう感じで、最初のナレーションから入るようにしてます。声が入るときにはデシベルをかなり下げてます。声が入るときはマイナス25デシベルぐらいの、音量にしてて、声が入らない時には、マイナス7、マイナス10ぐらいにしてますね。結構それはインジケーターを見ながら調整してるんですけども、やっぱ声だけはちゃんと入るようにしてたりします。どの編集ソフトでも絶対一曲の中で音量をこういう風に調整できる機能があるので、声が入ってる時はちょっと小さめに、声が入ってなくて見せたいシーンとかはちょっと音楽大きめにしてあげると迫力が出ていい感じになります。こういう感じね。こういうのが並べただけですけど、なんか音楽上がってると気持ちも盛り上がりますよね。で、一応このね、声のところの調整もご紹介しておくと、特にこの Final Cut Pro だとやりやすいんですけど、この声が入ってるところに調整を入れて、僕の場合はこのコンプレッサーっていうのはちっちゃい音と大きい音を潰してなるべく平均化するみたいなエフェクトなんですけども、これを入れるだけでグッと音が聞きやすくなります。で、コンプレッサーかけるとちょっとね、下のサーっていうノイズとかいろんなノイズも結構大きくなっちゃうので、その分をここにね、声を分離っていう、要はノイズリダクションみたいなもんですね。ここをポチッと入れてあげて、だいたい 2、30% 入れてます。そうするだけでかなり音良くなるんで、もうこれ試してほしいです。
これ他の編集ソフトであればコンプレッサーとか、リミッターっていうのとかあったりするんですけども、その辺のエフェクトを入れてあげるとちゃんとね声が均一化されるので、ある程度の音量を稼いでからこのノイズ除去みたいなねプラグインを入れてあげると綺麗に静音がね簡単にできるので、もちろん細かいことを言えばねいっぱいあるんだけど、なかなかね全部やってると手間になってどんどん作るのが遅れちゃうっていうんであれば、このぐらいポンポンとやっちゃった方が全然いいと思いますので、まずこのね音を聞きやすくっていうところでこのコンプレッサーと声の分離とかねノイズリダクションを入れてあげるといいなと思います。ということでちょっと音楽の部分長くなりましたけども、音楽僕はエピデミックサウンドを使ってて、さっきのコンテンポラリーカントリーからローファイヒップホップ使ってて、なおかつ音量は調整してこのボイスのところは、声の分離とコンプレッサーをかけてますっていう感じです。ということでまず大事なところ1つ目が音楽めっちゃ大事というところでした。ケイスケの動画。続いて Vlog 作るとき2つ目のコツなんですけども、素材めっちゃ切るってところです。もう思い切って素材はバスッとやっちゃった方がいいです。結構 Vlog やっちゃうともうほんといろんなシーン撮っちゃうんですよね。もう一日中ずーっと撮影してて、で素材が大量になって Vlog 全然編集できないとかいっぱいねその経験あると思います。 Vlog 作ろうとした人は。なんですけども、もう素材は思い切って切っちゃう。もうここの撮れ高がいいなって思ったところを 2,3 個でもいい。なんならもう最初は1個でもいいからそこだけピックアップして動画作るぐらいの気持ちで、必要のない素材とかは落としちゃってください。例えば僕の場合はこの前のねニュージーランド Vlog 第2回目はねそんなに素材をもしかしたら落としてないかもしれないんですが、第1回の方ちょっと見てみると、第1回の方は素材を結構落としてます。例えば第1回目のニュージーランド Vlog はこのねクライストチャーチっていうところに着いて雑貨屋さん回った後、もうそのまま宿に行って、で宿からもう次の日になってるんですよっていう感じの Vlog にしてあるんですよね。なんですけど素材的には実はいっぱいあります。素材はですね、このね宿に行った後ですね、ちょっとねこの辺の素材を見てくれれば分かるんですけども、この雑貨屋さんに行った後に、普通に歩き撮りもしてます。こうやって、歩いて撮影もして、かつマーケットっていうところにも行って、でなおかつその後コーヒー屋さん行って、宿にここでやっと行って、で宿に行った後はちょっと外で撮影をして、しかも結構いい素材を撮って、これ見たら分かるんですけど、いい素材撮って、でその後飲食店行ってます。ちゃんと晩ご飯食べに行ってます。結構ここもしっかり素材撮ってます。なんですけどカットしました。でこれなんでかっていう話なんですけども、今回の Vlog の見どころ、僕のねニュージーランド Vlog 第1回の見どころってこのイルカをね後で撮りに行くシーンだと思ったんですよね。僕は早くそのねイルカのシーンに入りたかったんで、ちょっとこの前のところは削ったろうと思ってバスッと削ってます。バスッともう本当に結構いろんな素材取ったんですけども、バスッと削っちゃってます。そんなにね大きなイベントがなかったっていうのもあるんですけども、やっぱそういうシーンはもう思い切って削っちゃってもいい。いやここは大事だなって思うポイントと、ここは大事じゃないなって思うポイントが絶対あるので、大事だなと思うポイントは残しつつ、大事じゃないなんか重要度で言うと3ぐらいかなと思うポイントもバツバツ切っちゃって、大事なところだけでね構成しちゃうのがかなりいいなと思います。その方がね動画としてもまとまりますっていう感じなんで、全然こういう風にしてもね多分違和感なかったと思うんですよ。見てくださった人もそんなにこれね違和感あるって声がなかったんで、きっとねなんか不自然かなとか思ったりするんですけど、 Vlog 作るときは全然そんなことないのでバッサリといっちゃいましょう。ということで大事なポイント2つ目が素材バッサリといくっていうところです。ケイスケの動画。そして Vlog 大事なポイント3つ目がですねナレーションです。ナレーションはね入れちゃおう。最近僕ですね、デスティニーっていう日本のドラマをね、こっちのね海外でも配信されてるんで見てるんですけども、そのデスティニーでももう最近のドラマのトレンド、映像のトレンドかなと思うんですけど、ナレーションめっちゃ多いんですよ。多分ショート動画とかの流れもあって、結構ね短い動画を見れる人は多いけど長い動画はあんまり見れないっていう人が多くなってきてるんだと思います。ってことはある程度言葉が入ってる動画っていうのがこう思い出に残りやすいというか、見られやすい、こっちからしても見やすいと
いう動画の傾向があると思っていて、そういった意味で僕も最近ナレーションをめちゃくちゃ入れるようにしてます。なんとなくわかります？で、やっぱね、Vlog 作った時に、うわ、全然ここ映像めっちゃ綺麗なのに、全く喋ってないやんみたいなところめっちゃあるんですよ。もうなんかね、それどうやってさ、映しても映像だけあってもつまんねえな、みたいなね、シーンも結構あると思うんで、ぜひそういうシーン、特に Vlog の前半は、例えばなんでここに来たのか、どういう経緯でここに来たのか、ね、今日はどういうルートにするとか、そういう基本情報はナレーションで入れてあげると、かなりね、見やすく、すっきりした Vlog になりやすいです。ということで、ナレーションの撮り方に関してもちょっとご紹介しておきたいんですけども、まあ普通にね、パソコンで編集する場合はここで吹き込んじゃってもいいし、僕はね、結構 iPhone のボイスメモを使ってます。で、ボイスメモに、今ね、ピンマイク僕ね、ここにピンマイクを仕込んでいて、これで動画を撮ってるんですね。で、これと同じ音質で、はい、こういうね、スマホのアダプターみたいなのがあって、これを僕のね、iPhone 15 Pro Max にこうプスと挿して、で、こっちと接続して、で、その状態でボイスメモを取ると、ここから集音されるので、結構音質もよく取れるっていうことで、結構最近はそれを使うことが多いですね。なのでね、割とこう Vlog とか作ってると、なかなかこう外でね、ちょっと喋るの恥ずかしいとか、そういうのもあったりすると思うので、もうそういう人は家帰ってナレーション入れたりして Vlog 作っちゃいましょう。で、ナレーション入れなかったらもう最悪文字でもいいです。全然文字でも楽しめるんだったらもうそれでいい。結局見るのはね、基本自分なんで自分が楽しめればいいんで、なんとかしてこう間延びしない映像を作るために、まあ、文章を入れたりとか、ナレーションを入れたりとかして調整してみましょう。ということで、大事なポイント3つ目がナレーションを入れるでした。そしてラスト4つ目。4つ目はちょっと編集の話ではなく撮影の時の話なんですけども、ここまで来て、この編集全部話してきて、撮影なんかいと思うんですが、撮影です。素材の撮り方。もうこれはもう口うるさく僕が今までね、YouTube でも何度も言ってるんですけども、素材10秒目安で撮りましょう。10秒目安であんまり動画動かさない。これマジ大事。マジで使えるから、動かさない動画って。例えば、自分で良かったなと思うところで言うと、まあこういうところですね。こういうのとか。まあこれちょっと動かしちゃってるけど、ほぼ別に変な動きしてないんですよ。結構ね、Vlog 撮るっていう風に、こう外撮ってると、こうやって、うわー綺麗とかやっちゃうんですよ、マジで。マジで癖でやっちゃうの。本当に。こうびっくりするぐらいやっちゃうから。そうじゃなくて、こう山とか見たんだったら、こうやって映す。だとしても、めっちゃゆっくり動かすとか。ね、めちゃくちゃゆっくりするのよ。本当にテレビとか見てると、マジで映像って本当にカメラゆっくり動かしてるのね。だから、こうやって撮るにしてもめちゃくちゃ、本当に微妙にゆっくりこう動かしていくみたいな感じで撮る。もしくはもう山が綺麗、こっちも映したいと思ったらこっちで10秒撮る。と、こっちで10秒撮るっていう感じで分けます。その方が使えます。ね。例えば、こうやって撮った素材って、結局1素材なんですよ。1個の素材しかね、使えないんですけども、映像って切り替えが大事とか言うじゃないですか。結構ね、ショートの動画とかだと2秒に1回は映像を切り替えるとか、そういう話もあったりするぐらいなんで、映像の切り替えって大事なんですけども、ってことはこうやってやるよりも、こことここの素材2個あった方が切り替えができるじゃないですか。っていうことで、絶対切り替え用の素材はあった方がいいです。例えばね、こういうところとかね、僕撮っといてよかったなと思うのは、こういう今これマウントクックっていう場所の、サーモン屋さんなんですけども、これちょっと見てみますよ。よいしょ。これほぼ動かしてないでしょ。ちょっとだけ動かしてる。これちょっと前に歩いてますね。はい、この素材。これもほぼ動かしてない素材。これも撮ってるだけですね。これ大体ね、持ってもらうとこうやって動かしたりするんですよ。本当に。ほら、これも動かしてない。ほぼ。これでいいのよ。これで。ほら、こういうのとか。はい、こんな感じでこういう固定した素材があるだけで雰囲気伝わるんで、マジで。なのでできるだけ固定した素材で、大体めっちゃ手ぶれしちゃったりしてるんで、10秒取るっていうのはそのね、取ってる素材10秒全部使うわけじゃなくて、中の美味しいところ 2,3 秒使うんですよ。
本当に。だいたい10秒撮ってても結構手ぶれしちゃってて、真ん中のね、5秒とか、せいぜい使えて5秒とかしか使えないわけですよ。最初と最後の2秒とかね、ちょっと手ぶれしちゃったりするので、真ん中の5秒しか使えないって考えると、10秒撮ったって5秒なんです。5秒の素材だったらもう撮ってないのと一緒ぐらいの感じになるので、ぜひ一個一個固定して10秒目安で撮ってみてもらえると嬉しいなと思います。ということで、最後のポイント1つは、素材を固定して10秒撮るっていうところでした。ケイスケの動画。はい。ってことで、めちゃくちゃなぜか熱が入っちゃった。この熱の入りようから分かる通り、Vlog マジで作ってほしいんですよ。ほんとね、僕はいろんな人の Vlog 見たいなと思うし、Vlog っていう文化がすごく楽しいっていうことも広めていきたいんですよね。なんで、ちょっとね、僕ももう半年ぐらいね、Vlog 全然作ってなかった。まあ言うてさ、YouTube とかやってたら、このね、カメラの機材とか編集の話をしてるんで、あんまり Vlog 伸びないわけですよ。正直言うとね。なんだけど、楽しいじゃん。ね、やっぱ Vlog とかそういうもん、カメラっていうのはあくまで何かを映すための手段なわけであって、やっぱそれがね、自分たちの思い出であるのが僕は一番好きで、それがより一層濃くなる Vlog っていう形が一番最高だと僕も思ってるんで、ぜひそれをね、皆さんにもこう体験してほしいなというか、なんかチャレンジしてみてほしいなと思っております。もう本当に短くてもいいです。1分でもいいし3分でもいい。もちろん僕みたいに15分の動画作ってもいいんですけども、何かしら Vlog チャレンジしてみていただいて、で、その時には今回の言ったようなポイントを意識してもらえると嬉しいなと思います。ということで、今回の動画この辺にしたいと思います。今回ご紹介したエピデミックサウンドだったりとか、くらいしかないかとかはね、概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひそちらからチェックしてくれると嬉しいなと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また、屋根裏の方でも僕らね、スラックで活動しておりまして、そこで Vlog どうやって撮ったらいいかとか、色こういう風にしたらいいよとか、そういう話ももう絶賛受け付けているので、ぜひですね、気になった方は屋根裏に入っていただいて、質問していただくのも嬉しいなと思いますので、ぜひ気になったら入ってみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。